辛い方かな。自己中じゃない。言うこと聞かない、悪い子だからね。やりがいはある。誰も家にいない、一人、それもちょっと不安だけど。アメリカに帰ってきましたっていうのも、恋は飛行機を一人で乗ることができなかったので、今回は私とライアンね、2人でこっちの方に来て媚びを下ろして、それで1週間後に、また日本に帰るっていう風な形を今は取ってるんですけれども、もうね、最後の方になったらもうほとんど媚びは何も聞けない状態。つまりもう忙しくて毎日ね、本当に目まぐるしく遊びまくったので、聞く時間っていうのがなかなか取れなくて、これを機会に今日はいろいろね、あったこと、それから学んだこととか、あと日本の違いなどをちょっと今日は聞いてみたいと思います。第3位、第2位、第1位で聞いてみましょう。私のそうなんだ。第2位はということは頭の中にもう第1位があるってこと？いや、まだない。なんだよそれ。1位、2位、3位って決めてからやるんだよ。まず時間あげるからじゃあ。はい。今、川遊び。ラウンド第1位。ラウンド1。なんか最初なんかだったけど、そういうのがサッカーとかバレーボールとかちょっと面白い。バッティングとか。バッティングか。ということでラウンド1らしいです。楽しいこともいっぱいあったんだけど、辛いこととか、苦しかったことも大量にあった。大量。じゃあ楽しかったのと辛かった苦しかったをこの天秤にかけた時、どっちが重かった？辛い方かな。辛い方が重い。学校はあんま慣れてないからなんか難しくて、難しかったからなんか行きたくないってなったから、数学とか国語とかなんかあんまり理解できなくて、数学では全然文字と式が分からんかった。文字と式が全然分からなかった。説明されてる時は分かってるの？説明してる時も分からない。ちんぷんかんぱんで、国語は何が難しかった？漢字と読解。でも漢字は得意だったじゃん。小学ってさ、出る問題を全部言うでしょ。だけど中学はバラバラで、そうだね、もう全部覚えてこれが出るとは限らなくて、これが出ないんだなっていう問題が出て、だからそれだけ勉強してもダメで、なんか全部勉強しなきゃいけない。理科かな。物質、なんか重さとかなんか測って、なんかすごいなんか計算とかが出てきて全然わからなくて、で社会は社会は俺好きだから結構ついてた。マジでしてない。苦しかったって言うんだけど、楽しい部分は一体どんなところが楽しかった？部活は超楽しかったけど超辛かった日本の中で一番辛かった、いいことをやるとなんかみんなに褒められるけど、悪いミスとかしたら一気にガクンって気持ちが下がって、そしたらまたなんかいいことをやったらまた気持ちが上がったりしたんだけど、やっぱ俺はあんま褒められなかったうまくないからでもサッカー自体は俺好きだから、なんとか続けていい。でそこで褒められたらやっぱ嬉しいの？嬉しい。いいことやったことに褒めると、自分の悪い点と、そうすると自分がもっと褒められると自分はもっといいことをしてるだけど褒められないと直す点が課題がいっぱい多いからありすぎて、言うこと聞かない。先生の言うこと聞かない。絶対ではないけど、やりたいことはやって、やりたくないことは絶対にやらない。授業態度は、アメリカはもう本当ダメ。
先生が例えば他の先生とかなんかプリントをもらう時のその短い間とかで例えば1メートルの定規でなんか剣遊びとかしたり、先生とかってなんかみんなのよりスペシャルな椅子があるの、先生とかがいない間に子供たちはそれで遊んだり。でも先生は言わない？まあ先生が今からいなくなるけれども静かに勉強してること。普通に出る。普通に出る。でそんなことが起きてるっていうのは先生は知らない。知らない。なんか悪いことはしないけどなんか悪いことをしてる。例えば剣遊びとかしないし椅子とかで遊ばないけど、だけどそこで先生来るよってなんか報告する。なんかちょっと必ずこのドア番がいるんだ。そう。多分一番ひどいクラスなんやけど、理科室に一応目とか手に入ったら一応シャワーがある。どうしてシャワーであげるの。だけど誰かが一回それを引いて水がパソコンの周りとかに入ったり、それもめっちゃ怒られる。そうだね。見てて面まあよく白いけど、あるあるといえばあるあるだよな。でも別に日本の学校でもそういうことをやってる人はいるんじゃない？いない？いない。悪くない。アメリカの学校っていいよね。自由だから超楽しいっていう人が結構ポロポロいるんですよね。やっぱりママ友とかで。でその息子さんとか娘さんとかはアメリカの方が自由だからすごい楽しいって言うんだけど、そこら辺はわかる？アメリカの学校が楽しい、自由で楽しいんだって。何でもやっていいから。悪い子だからね。いや俺もやりたくなければ全然やらなくていいんだよ。そうなんだ。ただそうなると成績とか全部、悪いんでしょ、だけど親もそのことを気にしない親もいるから、だからやらない子。それは自由だよ。自由、でもほらガム食べていいとかソーダ飲んでいいとかね。自由。そこは楽しい？楽しい。日本でギューって厳しくなってお菓子でさえも持ってきちゃいけない。楽しいといえば楽しいけど、まあ、楽しい方かな。楽しい。やっぱりそうやってお菓子とか持って行ったりいろんな自由にできるのは楽しい。楽しい。でやっぱりアメリカの学校の方がなんとなくこう生きがいを感じるって感じ？でもなんか体育の授業ってみんなが協力し合わないと、なんかあんま進まないもんでしょ。バドミントンとかで誰かがただそこで横に立っていて相手がポンってちゃんとサーブしても返さなければ全然バドミントンにならない。理科もみんながちゃんとケミカルをちゃんと先生が言った通りにしないと物とかが壊れて結局何もできなくになるから、自由だけどなんか日本の授業態度の方がよくて、お菓子とかジュース持ってこなくても自由ではないけどアメリカに比べてみるわ、でもそっちの方が楽しい。やりがいはある。お友達作れましたか？日本で。作れた。作れた？何人ぐらい作れた？ざっとでいいんだけど。15円じゃない？ 15円だね。15円。アメリカ人と日本人のお友達の違いって一体何が違うの？日本人の友達は自己中じゃない。自己中じゃない。日本はまず全員の意見の書き入ったり、多分日本が一人一人 LINE とか持ってるから、遊ぶ前にみんなとか何したいか、グループ LINE とかあるから、みんなで何したいとか意見を全部聞き出して、そして結局出た答えでそれやる。自分がやりたいことを優先して、他の子たちのことを考えないでなんかリーダーとしてなんか自分が進めていく。じゃあアメリカの場合は必ずそのリーダー的な存在が一人いるんだよ。もう横並びじゃなくて縦なんだ。でもし聞きたくないっていう人がアメリカでいたらどうするの？聞きたい。じゃあ遊ぶなんですよ。それだけ。お前何したいのっていうふうにはならない。そういう子たちもいるけど、
僕が見てきた中ではあんまそれはいない。いない。分かんないね、やっぱり子供の社会だからね。前回上履きを履くのが嫌だって言ったの。上履き毎回履かなきゃいけなかったっていうこと、学校で。嫌だった。まあ嫌というか、普通に靴で行くの方が便利でしょ、だけどそこで止まってみんなごじゃごじゃ、特に6年一回一回変えるのが嫌だって言ってたの、今もそう。いや慣れた。今はもう慣れたそうなんだ。そこがね俺苦手だっつってたんだけど、他に日本でちょっとこれは勘弁してほしいっていうところとか、朝の読書がうざかったとか。よかった。朝の読書よかった。こう言うとなんか俺めっちゃだらしなく感じるんだけど、アメリカに慣れてるから、給食とか、配膳とか、運搬とかの仕事が、ちょっとすぐもらえる。めっちゃ小さい時楽しんだじゃん。給食当番超楽しいとかって。今も楽しい。今も楽しいの？じゃあ何が楽しくないの？片付けること？ただの片付けとかなんかすぐ食べれない。本当だったらアメリカ並んで取って食べれるんでしょ、すぐにね。だけどみんなのために待つし、配膳とかのエプロンとか取るのに待つし、そういうことに関したら、アメリカの給食の方法の方がいいかなとは思う。すぐに食べれないってことね。ですね、これからコビはママとしばらく離れてしまうんですけれども、不安なことは、まず学校行って帰るときに30分から1時間の間に誰も家にいない、一人、これも慣れだと思うけど、それは人生に1回も起きたことがないから、ほぼいなくったとしてもライアンとかカイ君とか必ず誰かはいた。それもちょっと不安だけど、そうです。ダダが3時には帰ってくるようにはするけど、たまに遅れて30分ぐらいは遅れちゃうこともあるかなとかと思って、多分俺帰るの4時ぐらいだから。そうだね。ほとんどダダは帰ってくると思うけどね。が一番不安。なんかママとカイ君とライアンと会った時に、超久しぶりで、なんかこんなことをやっていたかなっていう、なんか久しぶりだから、なんかこういう感じだったんだなっていう、なんかそういう関係が悪くなって、なんか無視とか、俺が無視したり、カイ君とライアンもコビってこうなのっていう、なんかそういう不安もちょっとあるけど、久しぶりになんかライアンの性格とかを見て、なんか理想と違くて良かったんじゃないというなんか思って。じゃあ逆に言えば楽しみなこと、これからダダと2人っきりなんですけど、スキーはママたちがいてもいけるだろう。俺とダダの好きなことって結構同じだから、なんか大抵ダダが好きだったら俺も好き、共通点は確かにあるよね。最後です。2人で目標をいろいろ考えたんですけど、とりあえず12月に1回会おうかっていうふうになってます。会のねその事情にもよるっていうふうに会からは言われてるんですけども、やっぱりなるべく頻繁に会おうとはしていますけれども、ということでこんな感じで、コビくんのインタビューをやっと終えることができました。アメリカ生活はコビくんどうですか？今のところ。つまんない。そういう環境も私は大事なんじゃないかなと最近思いつつあります。なぜかというと、やっぱり子どもたちってすっごく楽しむことに慣れている。でもその暇なとこから見つけ出すこの探求心っていうのも私の中では大事なんじゃないかなって思ってます。それではまた。